F1 に昇格しているドライバーは当然ながら素晴らしい才能の持ち主です。しかし彼らが乗るマシーンによりその後のドライバー生命が決まると言えます。そんな中で唯一半永久雇用と言われているのが大富豪の父親が F1 チームオーナーの現在24歳ランス・ストロールです。すでに今シーズンで7年目を迎えているランスは若いながら経験豊富なベテランドライバーの領域に入っています。しかしチームメイトに勝ったのは2018年のシロトキンだけなのが寂しい限りです。彼の歴代チームメイトはマッサ、ペレス、ベッテル、アロンソといったレジェンドドライバーだけなので、この結果は仕方ないと言えますが、いつまでもそんな悠長なことは言ってられない年齢となっており、言い訳ができないほどすでに多くの経験を積んでいます。ランスはこれまで3度の3位表彰台を獲得しており、雨で波乱となった2020年のトルコグランプリでは、見事にレーシングポイントのマシーンで自身初の F1 でのポールポジションを獲得しています。ストロールといえば時折とんでもない速さを見せますが、やはり安定感に欠け、レースでは最下位のチームのアルファタウリの角田裕樹と同じような位置にいることも多いです。サマーブレイクを迎えた時点でアロンソの149ポイントに対し、ランスは3分の1ほどの47ポイントしか獲得できておらず、現在はドライバーズランキング9位に沈んでいます。やはり今シーズンのアストンマーティンのマシーンであれば、少なくともランキング6位あたりは獲得する必要があると感じます。では、そのランスは今後タイトルを獲得できるドライバーになれるのでしょうか。レーシングポイント時代のチームメイトのペレスは同じマシーンに乗るマックスに完全に敗れ、タイトル獲得は絶望的な状況になっています。ストロールは2019年と2020年にそのペレスのチームメイトでしたが、2年で80ポイント近い差をつけられ完敗しています。そこから3年後の今、元ワールドチャンピオンのアロンソに大差をつけられていることを考えると、タイトルを獲得できる可能性は非常に低いドライバーではないでしょうか。もしランスにその実力があり、乗るマシーンが悪いだけなら、レッドブルやフェラーリ、メルセデスから声がかかると思いますが、F1 のトップチームが彼の獲得を全く狙っていないというのが答えと言えます。アロンソはランスについてこう語っています。自分の役割は分かっている。僕がチームにもたらすことができることすべてのことでランスを助けることもできる。僕はあと数年はレースをするつもりだけど何年かはわからない。そんなに長くはないだろう。しかしランスは今後何年もレースを続けるだろうし、将来にチームを引っ張っていく必要がある。だから僕は喜んでそのお手伝いをさせてもらうよ。ワールドチャンピオンになれるようなドライバーはデビュー後に多くの関係者から絶賛されるような走りを披露しています。しかし、ランスに至ってはそのような声は非常に少ないという事実があります。その状況で8年目、9年目、さらには10年目を迎えた時点で一気に化けることはあるのでしょうか。ランスにとって大きなチャンスが訪れそうなのは新レギュレーションが導入される2026年からです。ついにホンダによるワークス体制を手に入れる彼らは組織的にもタイトルを獲得できる準備が整いつつあるチームです。おそらくレッドブルは自社製のレッドブルパワートレインズのパワーユニットに苦戦すると予想されているので、少なくとも2026年はタイトル争いから脱落すると思われています。そうなるとアストンマーティン、メルセデス、フェラーリあたりがタイトル争いを繰り広げると思います。そこで勝てるマシンを手にしたランスがライバル勢を押しのけ、シーズンを通して好成績を残せるかが鍵となります。当然ながら父親のローレンスが息子からシートを奪うことはないと思いますが、勝てるマシンを手にした中で不甲斐ないレースが続くようであれば、チーム内の指揮を考え、非常な決断を迫られるかもしれません。つまり、ランスにとってのお勉強期間は2025年までと言えると思います。2026年には F1 で10年目を迎えています。それまで F1 で9年間の猶予が与えられるというのがまさにランスの特権でしょう。
アストンマーティン・ホンダといえば、日本人としてはどうしても角田裕毅の加入を想像してしまいます。もちろんチャンピオンチームのレッドブルに昇格できるのがベストですが、レッドブルとホンダの決別により雲行きが怪しくなってしまったので、角田裕毅にとっては選択肢は多い方がいいです。どちらにせよ2024年のシート確保は絶対条件で、アストンマーティンへ移籍するためには2025年のシート確保も重要になるでしょう。アロンソ自身は最低でも2025年まではチームに留まる可能性が高く、当然のように2026年以降も残留したいと考えているはずです。そのアロンソに代わって角田裕毅がローレンスに指名される必要があり、それには今シーズンの残りと2024年、そして2025年にアロンソと同等の評価、可能性を見せるべきです。来年2024年はアルファタウリへの残留の可能性は高そうですが、ペレスの契約が切れる2025年にレッドブルに昇格できなかった場合、セカンドチームのシートも与えられないような気がするので、角田裕毅にとっては2024年よりも実は2025年のシート確保が難しくなりそうです。もし他チームのシートを得た場合、わずか1年で離脱するのは現実的ではありません。では、ストロールと角田裕毅はどちらが早いのでしょうか。F1 での実績を見ると、ランスの方がはるかに好成績を収めているので、実績面で角田裕毅は完敗しています。しかし、現在の速さ、強さを比較したら、世界中のファンの多くが角田裕毅を支持するのではないでしょうか。明らかに遅いマシーンで、その戦闘力を最大限引き出している角田裕毅と、速いマシンを手にしながら、そのマシンの戦闘力を結果に結びつけられていないランスとでは、比較にならない差があるでしょう。ランスはデビューイヤーの2017年に、当時 F1 で11勝を挙げていたベテランのマッサから何も学べなかったと言い放ちました。おそらくその後のペレスに対しても同じような姿勢だったように感じます。一方の角田裕毅はガスリー、デフリース、そしてリカルドから可能な限り吸収しようとし、それが現在の鬼進化につながっています。ワールドチャンピオンのベッテルやアロンソがチームメイトになった最近では、ランスの姿勢も変わっていますが、デビュー当時の2人の姿勢の違いは、個人的には非常に大きな差となって現れていると思います。今の角田裕毅であれば、ランスからも可能な限り吸収するような気がします。もし角田裕毅がアストンマーティン入りを果たした場合、それはランスのサポート役ではなく、エースドライバーとしての自覚を持ってほしいと思っています。その時、角田裕毅はすでに F1 で5年経験を積んでいるので、現在の成長曲線を続けられれば、軽くランスを上回るのではないでしょうか。皆さんは現在3年目を迎えている角田裕毅と7年目のランスではどちらが早いと思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。